ここが好きだよ日本人へようこそ。楽しい人生に欠かせない健康。日本は健康長寿の国として世界的に有名です。その秘訣が我が国にはあります。それは食事。日本の食文化に世界中が釘付けです。そんな中でも日本のある地方の食文化が世界中で大ブームになっています。世界が見習う日本の食文化とは一体どういったものなのでしょうか。こんにちは。私はマリーヌ。リヨンで開業看護師をしている36歳よ。医療の現場に携わる私が重視しているのは食事。健康でありたいなら食事に気を使うべきだと考えているわ。食事の背景にある食文化にも興味があるの。私の住んでる町には豊かな食文化があるのよ。リヨンは美食の里として知られていて、豚肉や内臓を使った料理が楽しまれているわ。他にもリヨネーズと呼ばれるサラダやクネルと呼ばれる魚のすり身をオーブンで焼いたものがよく食べられるの。でも肉料理ばかり食べていては太ってしまうのよね。だから私は健康に気を使った食事を心がけているわ。食事を見直すダイエットには様々な種類があるの。中でも代表的なものがパレオダイエット。ハリウッドセレブが好むダイエットね。これは旧石器時代の食文化を模倣することでトレーニングをしなくても引き締まった人類本来のスリムなボディを手に入れることができるという手法なの。旧石器時代の人間が何を食べていたか想像してみて。おそらくパンやパスタ、米なんかの穀類は食べてなかったはずよね。彼らは農業を行っていなかったもの。木の実や肉、魚を中心に食べていたはずだわ。だからパレオダイエットではナッツや肉、魚、野菜を中心とした食生活を行うわ。ナッツは脂肪をたくさん含んでいるけど、肉の脂に比べて善玉コレステロールが増えやすいから安心して摂取できるわ。しかも抗酸化成分を多く含んでいるから体にもいいのよ。他にも様々な食事法が生み出されているわ。ケトジェニックダイエットは糖質を制限する代わりに脂質をたくさん摂取するダイエット。脂肪分の代謝を促すことで体脂肪を効率的に落とすことができるの。長寿に重きを置いたダイエットもあるわね。サートフードダイエットといって抗酸化作用のある物質を多く含んだ食べ物を摂ることで長寿遺伝子とも呼ばれるサーチュイン遺伝子を活性化させる方法よ。赤ワインやダークチョコレートといった嗜好品にも抗酸化物質が多く含まれているからダイエット中でも我慢しなくていいのがポイントね。食事にこだわりのある私はアジアの食文化にも興味があるの。その中でも日本の食文化には注目しているわ。なんといっても世界トップクラスの長寿民族の食事ですもの。日本の食文化はヨーロッパやアメリカなどのコーカソイド系の食文化とは大きく違っているの。まず糖質の摂取方法から違うわね。小麦じゃなく米を中心に食べているのよ。あと大豆の摂取量が多いのも特徴的ね。納豆や豆腐、醤油、味噌など様々な形に加工された大豆を食べているわ。大豆にはイソフラボンが含まれていて女性ホルモンの働きを調節してくれるの。だから乳がんのようなホルモン依存性のがんを予防する効果があるのよ。日本の食文化はこれだけでも異質だけど、その中でもさらに異質なものがあるの。それは沖縄の食生活。沖縄の食生活は沖縄ダイエットといって今世界で注目されているの。沖縄は日本の中でも特に長寿の人が多い地域として知られているわ。長寿の人が多い地域のことをブルーゾーンといって、それを研究対象としている人も多いそうよ。沖縄の人は典型的な日本人の食生活とは少し異なる食事をとるの。一般的な日本の食事において重要なのは白米。
でも沖縄の人たちは白米に加えてさつまいもをよく食べるの。白米は精製されているから食後に血糖値が上がりやすいわ。実際白米を食べ過ぎると糖尿病になりやすいの。アジア人は遺伝的に糖尿病になりやすいから白米の食べ過ぎには気をつけないといけないのよね。でもさつまいもは血糖値が上がりにくい。沖縄の人は精製された糖質を摂りすぎないから長寿なんじゃないかしら。そして野菜中心の食生活を送っているというのも重要。食べ物の 70% を野菜や穀物が占めているそうよ。リヨン出身の私にとってこれはにわかには信じがたいことだったわ。リヨンの料理において重要なのは肉。肉を中心に食べている私にとって沖縄の食事は満足いかないものなのではないかと思ったの。そんな疑問を解決すべく休暇を利用して沖縄に向かうことにしたわ。研究と観光を兼ねてね。那覇空港を出ると亜熱帯特有の蒸し暑い気候が私を出迎えたわ。夏休みに来たから空港もにぎわっていたわ。フランス人は暑さに強いの。夏休みのバカンスでは太陽を求めて南の地中海に向かうことも多いのよ。それでも亜熱帯の気候には慣れていなかったわ。カラッとした地中海の夏に比べて沖縄の夏は湿気が多いのが特徴。蒸し風呂のような暑さに思わずクーラーの効いたバスに駆け込んだわ。まず私が向かった先は美ら海水族館。那覇からはかなり離れていたわ。水族館では熱帯の色鮮やかな魚が出迎えてくれたの。そして何よりも驚いたのはジンベエザメ。クジラと見間違うようなこの大きな魚が見られる水族館は限られているそうよ。他にも世界でここだけが展示している魚もいたわ。それはオニイトマキエイ。世界最大のエイよ。そんな大きな魚たちが泳ぐ水槽はダイナミックで見応えがあったわ。その後沖縄ならではの自然を見に行くことにしたわ。向かった先は肘大滝。滝に向かう道中の道が森林の中にあるの。その森林が個性的だったわ。多種多様な広葉樹が自生していて、温帯や亜寒帯で見かけることが多い針葉樹が見られなかったの。生き物も見つけたわ。熱帯特有のカニやトカゲがいたの。トカゲは鮮やかなグリーンの体色だったからすぐに見つけられたわね。奥の滝も高さ30メートル近くあって迫力があったわ。そうして沖縄の自然や生き物を満喫した後、那覇に戻ったの。この旅の目的を果たすためにね。私が立ち寄ったのは定食屋さん。沖縄の庶民的な食事を理解するのにうってつけのお店よ。そこで注文したのはゴーヤチャンプルーと人参しりしりテビチよ。まずは野菜料理である人参しりしりから食べることにしたわ。この旅に出る前、沖縄の料理は野菜中心だから肉食文化が色濃いリヨンの料理に馴染んだ私は満足しないだろうと思っていたわ。でもこの人参しりしりを食べてその考えは大きく覆されることになったの。人参しりしりは薄くスライスした人参と溶き卵を油で炒めた料理。人参のサクサクとした食感と自然な甘み、だしのうまみが合わさって肉を使っていないのに満足できる一皿だったわ。油で炒めてあるから食べ応えもあるの。肉が好きな私が満足できる野菜のメインディッシュがあることに驚きを隠せなかったわ。他の料理も良かったわね。ゴーヤチャンプルーはゴーヤという苦いウリ科植物の果実をランチョンミートや豆腐、溶き卵と炒めた料理。肉が入った料理ではあるけど半分以上がゴーヤと豆腐なの。それでも
ランチョンミートのうまみや油、塩気を吸った豆腐はまるで肉を食べているような食べ応えだったわ。ゴーヤの苦みがアクセントになっているのも良かったわね。テビチは豚足の煮付け。野菜と一緒に豚足をだしで煮込んだものなの。沖縄では豚肉がよく食べられているそう。豚肉はリヨンでもよく料理に使われるから親近感を感じたわ。この豚足も美味しかったわね。プルプルとした食感が楽しめたの。野菜もだしや肉のうまみを吸っていて深みのある美味しさだったわ。そしてそんな料理を食べ終えた私はすっかり満腹だったの。野菜を多用してここまで食べ応えのある料理が作れることに驚いたわ。そしてこういった料理の文化があるからこそ沖縄の人たちは自然と野菜を摂取しているということに気づいたわ。意識して無理に野菜を摂るだけではダイエットは続かないけど、沖縄料理のように野菜をうまく活用した料理を作ればきっと美味しく健康を維持できるのではないかしら。旅を終える頃には野菜中心の食生活も悪くないと思うようになっていたわ。日本人の長寿の知恵を体得できるいい旅だったわね。長寿大国日本においても特に長寿の人が多い沖縄。今沖縄生まれの健康法に世界が釘付けです。その長寿の秘訣は沖縄独自の食生活にあると言われています。沖縄の人は野菜をよく食べます。野菜へのこだわりは凄まじく、食事の 70% が野菜や穀物であると言われるほど。その証拠に人参しりしりやゴーヤチャンプルー、パパイヤイリチーなどバラエティ豊かな野菜料理が受け入れられているのです。野菜は低カロリーな上栄養も豊富。特にゴーヤは葉酸やビタミン C を豊富に含んだ緑黄色野菜で、数ある野菜の中でも栄養価が高い野菜として知られています。さらに豆腐を使った料理も人気です。豆腐には原材料である大豆に由来するイソフラボンが豊富に含まれています。このイソフラボンは女性ホルモンに似た構造の物質で、女性ホルモンの働きを調節してくれるのです。女性ホルモンの異常によって引き起こされる乳がんなどのがんを予防する働きを持っているので、長寿には欠かせませんね。また豆腐にはタンパク質が豊富に含まれているのも嬉しいところ。野菜中心の食生活でもタンパク質が十分に摂取できるのは、この豆腐をふんだんに使った料理が愛されているからでしょう。そして長寿の秘訣の真髄はさつまいもをよく食べることにあります。さつまいもは糖質が豊富な食材です。これを白米の代わりに食べることで十分な糖質が摂取できます。ではこのさつまいもにどんな効果があるのでしょうか。さつまいもには精製された白米よりも食後の血糖値の上昇が少ないという特徴があります。そのため食後の血糖値の上昇を表す数値である GI 値が低い低 GI 食品とも呼ばれます。血糖値の上昇は糖尿病を発症する原因にもなる、いわば健康の大敵。これを抑えてくれる低 GI 食品から糖質を摂取することで健康を保つことができるのです。このように沖縄の食事法は取り入れるだけで健康をもたらしてくれるのです。長生きのために今すぐにでも取り入れたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。